ゆっくり解説。映画ファンを熱狂させた聖域。1000万円映画の奇跡。ATG 伝説の名作ベスト10。ねえマリサ、昔の映画ファンが熱狂した伝説の場所があったって本当？今の映画とは全然違う雰囲気だったって聞いたんだけど。ああ、それは ATG、日本アートシアターギルドのことだぜ。ここは大手映画会社では作れない表現を追求した聖域だったんだ。特に有名なのが1000万円映画方式だな。1000万円映画方式？ああ、ATG が500万円、監督側のプロダクションが500万円を出し合って、合計1000万円で映画を作るシステムだ。予算が極端に少ない代わりに、会社からの口出しは一切なし。監督は自分の撮りたいものを100% 自由に撮れたんだぜ。なるほど。お金がない代わりに完全な自由を手に入れたのね。今の映画界じゃ考えられない熱いシステムだわ。そうだ。だからこそ、作り手は文字通り命がけで撮った。そのギリギリの精神状態が、これから紹介する名作たちの熱量につながっているのぜ。当時の若者がどんな物語に夢中になったのかすごく気になるわ。その分、内容はどれも尖っていて刺激的だぜ。ただ、作品の真実を語るために物語の結末といったネタバレも全力で含んでいくから、未視聴の人はそこだけ注意してくれよな。特に、この映画たちを未視聴で楽しみたいという人は、まずは自分で作品を見てから、この動画を見直すことをお勧めするぜ。それぐらい、この作品たちの衝撃は生で体験する価値があるんだぜ。わかったわ。ネタバレ覚悟で、当時の映画青年たちが何に震えたのか、しっかり教えてもらうわね。第10位。またたび、1973年。第10位はどんな映画なの？なんだかタイトルだけ聞くと、昔ながらの渋い時代劇っていう雰囲気だけど。第10位は1973年公開、市川崑監督のまたたびだぜ。この作品は、それまでの時代劇にあった、かっこいい都青人というヒーロー像を、完膚なきまでに叩き潰した、泥臭い青春群像劇の傑作なんだ。ヒーローを叩き潰した？ヤクザや無宿人って、義理人情に熱くて華やかに戦うイメージがあるけれど、この映画は違うのかしら？ああ、市川監督は自ら制作資金を工面し、不潔でみすぼらしい三下のリアルを徹底的に描いたんだ。主演の萩原健一たち3人の若者は、常に空腹と寒さに震え、盾も舞のような美しさはない。泥にまみれて棒切れを振り回すような、無様で生々しい喧嘩に終始するんだぜ。特に小倉一郎演じる源太が、都青人の掟のために実の父親を切り、その後に金欲しさから惚れた女を売ってしまう展開は、見る者の胸に深く突き刺さる凄惨さだぜ。実の親を切って女の人を売るなんて、あまりにも身勝手で救いがないわね。最後はどうなっちゃうの？物語の結末は、さらなる虚無感に満ちているぜ。仲間の新太は足の傷の破傷風で悶絶死し、源太は崖から転落。一人生き残った木太郎役の証券が、冬の荒野で親友の名を叫びながら立ち尽くすラストシーンは、当時の白毛世代と呼ばれた若者の孤独を象徴していたんだ。1000万円という低予算を逆手にとって映画作りの原点に立ち返ったからこそ、この剥き出しのエネルギーが生まれたのぜ。ただかっこいいだけじゃない。人間の本質的な醜さや悲しさを描き切ったからこそ、伝説の聖域として愛されたのね。第9位。曽根崎真珠。1978年。第9位は近松門左衛門の有名な物語ね。でも、当時の ATG が手掛けると、一体どんな姿に生まれ変わるのかしら？スクリーンの向こうから火傷しそうな熱量が伝わってくる。凄まじい極限の心中劇がこの1978年版、曽根崎真鍮だぜ。増村康造監督による剥き出しの情念が爆発した傑作で、ATG 配給ながら予算1500万円という、通常の1000万円枠を超えた例外的な大作として制作されたんだぜ。予算の壁を超えた執念が詰まっているのね。主演の宇崎竜童さんも、これが初めての本格的な映画出演だったって聞いたけれど、どんな演技だったの？主演の宇崎竜童は、
実はこの作品の音楽も担当しているんだ。ダウンタウンブギウギバンドのロックな感性が、江戸時代の心中物語と見事に融合したんだぜ。ロックと心中。それは斬新ね。増村監督は宇崎に強く、あえいで、死ぬ気でと、逃げ場のない注文を突きつけ、文字通り魂を削らせたんだ。対する梶芽衣子の性の美しさとの対比が凄まじく、ラストの心中シーンはもはや芸術の域に達しているのぜ。そんな過酷な状況で、二人はどうやって愛を確かめ合ったのかしら。心中へ向かう時の二人の様子が気になるわ。有名なのは、女郎屋の縁の下に潜んだ徳兵衛が、お初の足に頬ずりをして心中への決意を確かめ合う場面だぜ。言葉を失うほど官能的で、あまりに切ない名シーンなのぜ。お初が放つ、心中して何が悪い。女子にも意地があるというセリフは、自らの尊厳をかけた強烈な自我の主張なんだ。この清絶な美学が評価され、キネマ旬報でも第2位に輝いた、当時の映画ファンを熱狂させた情熱の結晶なのぜ。死を選ぶことが、彼女なりの意地だったのね。今の映画にはない激しさを感じるわ。第8位、達割、1982年。第8位はどんな映画なの？タイトルに入れ墨ってあるけれど、人気映画とはまた違う雰囲気なのかしら。この1982年公開の達割は、実際に起きた銀行人質事件の犯人をモデルに、一人の男が破滅へ向かう奇跡を鮮烈に描いた衝撃作なんだぜ。事件そのものの描写をあえて省略し、犯行に至るまでの歪んだ人間ドラマや、母と子の異常な執着に焦点を当てているのが大きな特徴なのぜ。事件そのものを描かないなんて、普通の犯罪映画とは全然違うわね。どうしてそんな構成にしたのかしら。狂気ではなく、普通の男が抱える脆さを描きたかったからだぜ。主演の宇崎竜童は、この役のためにトレードマークだったサングラスを外し、素顔で撮影に挑んだんだ。劇中の秋夫は30歳までにどでかいことをやると豪語して、胸に小さな入れ墨を彫るんだけど、本物のヤクザが持つ全身の入れ墨を前にして、圧倒的な貫禄負けを喫してしまうんだぜ。自分の底の浅さに絶望しながらも虚栄心を捨てられない男の悲哀が、ピンク映画出身の高橋万明監督によって粘っこく描かれているのぜ。虚勢を張るしかない孤独な男の姿が目に浮かぶわ。最後はどうなってしまうの？最後は銀行強盗に失敗して射殺されるんだが、ネタバレを言うと、結末で母親役の渡辺美佐子が白い骨箱を抱えて、静かに駅に降り立つシーンが、本当にうつろで印象的なんだぜ。ちなみに、この作品が縁で高橋監督とヒロインの関根恵子が結婚したという、有名な裏話もあるんだぜ。低予算の ATG 枠でありながら、剥き出しの人間の本質を突きつけるような、重厚な人間ドラマに仕上がっているのぜ。ただの事件映画じゃない。当時の時代の空気感が詰まった傑作なのね。第7位、ヒポクラテスたち、1980年。第7位はどんな作品なの？なんだかお医者さんの名前がついているけれど、難しい医学の映画なのかしら。この1980年公開のヒポクラテスたちは、京都の医大生たちの日常をみずみずしく、かつ残酷に描き出した青春群像劇の傑作だぜ。自らも医大生だった大森和樹監督が、自身の体験を投影して、命を救う理想と厳しい現実に揺れる若者たちの姿をリアルに綴っているんだぜ。監督自身の体験が元になっているなんて、説得力がありそうね。出演されている方々も、今見るとすごく豪華なんじゃない？ああ、特に元キャンディーズの伊藤蘭さんの復帰作として有名で、劇中で自分の名前と同じ蘭という銘柄のタバコを吸う演出も話題になったんだ。さらに漫画家の手塚治虫が小児科の教授役で出演するなど、遊び心あふれるカメオ出演も見どころだぜ。だが、物語は次第にほろ苦さを増していくんだ。愛作の恋人が受けた中絶手術が実は無免許医によるものだったと判明し、愛作自身も精神を病んで一時入院してしまうという衝撃的な展開が待っているのぜ。そんなに辛い現実が待っているなんて、みんな最後は立派なお医者さんになれたのかしら。
無事に卒業していく仲間もいるが、現実は甘くないぜ。ネタバレを言うと、優等生だった緑が、卒業後に睡眠薬で自ら命を絶ってしまったことが明かされるラストは、あまりにも切ないんだぜ。1000万円映画という枠を超えて、誰もが通るモラトリアムの終わりを鮮烈に刻んだこの作品は、当時の映画青年にとってバイブルのような存在だったのぜ。理想と現実の間で悩みながら大人になっていく姿は、時代を超えて心に響くものがあるわね。第6位、龍馬暗殺、1974年。第6位は坂本龍馬が主役なのね。歴史上の大英雄だし、きっと華やかでかっこいい活躍が見られる作品なんじゃないかしら？いや、この1974年公開の龍馬暗殺は、そんな綺麗な英雄像を跡形もなくぶち壊した異色の時代劇なんだ。黒木和夫監督はあえて16ミリのモノクロフィルムを使い、ニュース映像のようなざらついた画質で、龍馬最後の3日間をドキュメンタリータッチで描き出したのぜ。ニュース映像みたいに撮るなんて、時代劇としてはすごく斬新な手法ね。主役の龍馬も、私たちが知っている姿とは違うのかしら。原田義雄が演じる龍馬は、ボサボサの頭に汚らしい革靴を履いた、野生味あふれる汚い男として描かれているんだ。当時は全教頭世代のエネルギーが渦巻いていた頃で、石橋蓮司演じる中岡慎太郎との愛憎入り混じる関係も、まるで学生運動の内下馬のような緊迫感に満ちているぜ。さらに若き日の松田優作が一言も発しない不気味な刺客役で出演していて、その圧倒的な殺気と存在感が画面を支配しているのぜ。後の名優たちがそんなに激しくぶつかり合っているなんて、凄まじい熱量ね。暗殺されるまでの3日間、彼らはどんな最後を迎えるの？ネタバレを言うと、狂乱のじゃないかが渦巻く中、龍馬と慎太郎、それに死客までもが女装して群衆に紛れるという、滑稽で悲しいシーンがあるんだ。でも、その直の地に逃れられない凄惨な最後が訪れる。畳に真っ黒な血が広がっていく描写は、見る者の心に強烈な虚無感を刻みつけるぜ。1000万円映画という枠を超えた破天荒なエネルギーが、当時の若者たちの魂を震わせた理由なのぜ。綺麗事だけじゃない幕末の真実を、当時の若者たちは自分たちの姿と重ねて見ていたのかもしれないわね。第5位、遠雷、1981年。第5位は、遠雷っていう作品なのね。夏の終わりになる雷のイメージかしら。なんだか切ない響きがするわ。その通りだぜ。1981年公開のこの映画は、都市化が進む栃木県宇都宮市を舞台に、トマト栽培に情熱を燃やす青年三尾の生々しい生と性を描き出した傑作なんだ。単なる農業映画の枠を超えて、若さゆえの剥き出しのエネルギーが全編に溢れているのが最大の特徴なのぜ。農業に情熱を注ぐ青年の話なのね。でも、生々しいっていうのは具体的にどういうことなの？例えば、お見合いの席で初めて会った綾子に向かって、三尾がいきなりホテル行くべって誘ってモーテルに直行しちゃうんだ。この植物的で生命力あふれる描写は、当時の観客に強烈なインパクトを与えたぜ。でも、物語はそれだけじゃないんだ。親友の浩二が心中未遂の果てに殺人を犯し、ビニールハウスの中で泣きながら独白する長回しのシーンは、息が詰まるほどの緊迫感なのぜ。そんな悲劇が起きるなんて、三尾さんは親友のために何をしてあげられたのかしら。三尾は自首する浩二を警察まで送った後、自分の婚礼の席に戻って、泣きながら桜田淳子の私の青い鳥を振り付きで熱唱するんだ。親友への悲しみと、自分の青春が終わる切なさが入り混じった痛切な名シーンだぜ。不動産屋に土地を売れと迫られても毅然と追い返す三尾の姿には、土に根ざしたものならではの力強さが宿っているのぜ。最後はどうなるの？雷の音が聞こえるのかしら。ああ、ラストは遠くで雷が鳴る中、ハウスでトマトの茎を焼く新婚夫婦の姿で幕を閉じるんだぜ。不安と希望が入り混じったその光景は、まさに一人の男が大人になる瞬間を捉えているのぜ。ただの青春映画じゃない、人生の重みを感じさせる傑作なのね。
第4位、祭りの準備、1975年。第4位まで来たわね。どんな映画なのかしら。タイトルだけ聞くと、なんだか賑やかなお祭りの準備をする楽しいお話に聞こえるけれど、この1975年公開の祭りの準備は、脚本家の中島武宏が自らの反省を投影した、人間のドロドロとした本性がむき出しになる凄まじい青春群像劇なんだぜ。なんだか、短すぎて怖いような気もするわね。中島は尊敬する新藤兼人から、自分の周囲を書けば一本は傑作が書けると教えられ、高知県の閉塞感あふれる田舎町を舞台にこれを書き上げたんだ。それを黒木和夫監督が、エネルギッシュかつ冷徹な視点で映像化したのぜ。自分の周囲を書く。なんだか、短すぎて怖いような気もするわね。具体的にはどんな人間模様が描かれているの？例えば、ヒロポン中毒で気が触れて帰ってきた幼馴染の玉美をめぐる描写が強烈だぜ。あろうことか立雄の祖父が彼女を寝取って暮らし始めるんだけど、玉美が出産と同時に正気に戻って、祖父を拒絶したことで老人は首を吊ってしまうんだ。さらに憧れの女性と宿直室で結ばれた瞬間に火事を起こしてしまうという、救いようのない格好悪さも描かれているのぜ。隣人の遊び人を演じた原田義雄の開演もあって、当時の観客は度肝を抜かれたんだ。聞いているだけで息苦しくなりそうな街ね。そんな中で、彼はどうやって夢を追いかけるのかしら。最後は全てを振り切って東京へ向かうんだけど、ネタバレを言うと、駅で出会った強盗殺人犯の悪友俊弘が、逃亡中でありながら、万歳と連呼して送り出すラストシーンが、たまらなく熱いんだぜ。自分を縛り付ける血縁や遅延という重しを脱ぎ捨てて旅立つ姿は、まさに青春の終わりの儀式なのぜ。当時の ATG ファンが熱狂したのも納得の、生命力に満ちた大傑作だぜ。どんなに醜い現実があっても、それを燃料にして羽ばたこうとする姿に、当時の若者は勇気をもらったのかもしれないわね。第3位、田園ニシス、1974年。第3位は寺山修司監督の田園ニシスね。恐山が舞台で、なんだかおどろおどろしいイメージがあるけれど、どんなお話なの？この作品は単なる自叙伝じゃない。見る者の脳を直接揺さぶるようなシュールレアリスムの極致なんだぜ。自分の過去を美化した虚構を、大人の自分自身が鋭く告発していくという、斬新メタフィクション構造になっているのが最大の特徴なのぜ。寺山修司という記載のイマジネーションが、1000万円映画という枠の中で完全に爆発しているんだぜ。自分の過去を自分で告発するなんて、普通の映画じゃ考えられないわね。映像もすごく独特だって聞いたけれど、ああ、画面を埋め尽くす多くの登場人物が顔を真っ白に塗っているビジュアルは、一度見たら忘れられないぜ。その中で、八千草薫さんが演じる美しい隣の人妻だけが白塗りではない演出は、少年時代の美化された記憶の象徴と言われているんだ。空気入れで膨らむと快感を得る空気女や一寸法師といった、サーカス団に象徴されるグロテスクな心象風景が次々と押し寄せてくるのぜ。大人の自分が過去の自分と対話し、おばあさんを殺したら自分はどうなるかというパラドックスに苦悩する姿は圧巻だぜ。過去と現在が混ざり合うなんて、迷宮に迷い込んだみたいね。最後にはどんな真実が待っているのかしら。ラストシーンは日本映画史に残る衝撃だぜ。実家の壁がバタンと倒れると、そこは20年前の村ではなく現代の新宿駅前なんだぜ。人混みの中で、白塗りの母と子が黙々と食事を続ける光景は、過去の呪縛からは決して逃げられないという残酷な現実を突きつけてくるのぜ。これこそが当時の若者たちを熱狂させ、今も聖域として語り継がれる最大の理由なんだぜ。虚構が現実へと繋がっていくその瞬間、当時の人たちは自分たちの足元が崩れるような感覚を味わったのかもしれないわね。第2位、家族ゲーム、1983年。第2位まで来たわね。松田優作さんが出ているから、きっとかっこいいアクション映画なんじゃないかしら？それが全然違うんだぜ。1983年公開の家族ゲームは、
それまでのホームドラマの常識を根底からひっくり返した、80年代を象徴する衝撃的な一作なんだ。森田義満監督はこの作品で、一見平和に見える家族の間に流れる不気味な断絶を、これまでにない斬新な手法で描き出したのぜ。ホームドラマなのに不気味だなんて、一体どんな風に描かれているのかすごく気になるわ。一番有名なのは、家族が向かい合わず、まるでレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐みたいに、横一列に並んで食事をするシーンだ。これは家族が互いに関心を持たないディスコミュニケーションを象徴しているんだぜ。さらに、劇版音楽を一切使わず、伊丹十三演じる父親が目玉焼きの黄身を音を立てて吸うような、深い生での咀嚼音を強調する前衛的な演出が取られているんだ。松田優作演じる家庭教師が船で現れるのも、海の向こうからやってきて平和な家庭を破壊するゴジラをイメージしているというから驚きだぜ。音楽がないのに食べる音だけが響くなんて、想像しただけでピリピリしちゃうわね。その緊張感が爆発するのが、合格祝いの席でのクライマックスだ。7分以上にも及ぶ長回しで撮影された乱闘シーンでは、吉本が食卓をめちゃくちゃに破壊して去っていくんだぜ。ネタバレを言うと、最後はヘリコプターの爆音が響く不穏な空気の中で、家族がただ無気力に眠りにつくという、強烈な皮肉を込めた幕切れを迎えるのぜ。この毒のある優雅と唯一無二の映像美こそが、当時の映画ファンを熱狂させた理由なんだぜ。家族という形を一度ぶち壊すことで、現代社会の歪みを鮮烈に表現した傑作なのね。第1位、青春の殺人者、1976年。いよいよ第1位の発表ね。最後を飾るのはどんな伝説的な作品なの？栄光の第1位は、1976年公開の青春の殺人者だぜ。新時代の騎手と呼ばれた長谷川和彦監督の衝撃的なデビュー作なんだ。新人のデビュー作が1位だなんて、凄まじい才能の持ち主だったのね。ああ、この作品は中上健二の短編が原作だが、実は1974年に実際に起きた千葉市親殺し事件がモデルになっているんだ。なぜ、愛しているはずの親を殺したのかという出口のない問いを、水谷豊と市原悦子が壮絶な演技でぶつけ合うんだぜ。当時は、新人の第一作がいきなりキネマ旬報のベストワンを独占するという異例の事態に、映画界全体が震え上がったのぜ。主役の水谷豊さんも、今とは全く違う雰囲気だったのかしら。ああ、監督が水谷を日本のジェームズ・ディーンにならないかと、口説き落としたというエピソードがあるくらい、若さゆえの鋭さと脆さが同居しているんだぜ。特に凄まじいのは、父親を視察した後に、母役の市原悦子が二人だけで暮らそうと懇願してくる。狭い室内での心理戦だ。逃げ場のない狂気に満ちた開演は、まさに圧巻の一言だぜ。さらに撮影も破天荒で、許可なしに本物のセットを燃やして大渋滞を引き起こし、消防団を激怒させたという伝説まで残っているんだ。こうした映画のためなら何でもするという姿勢は、当時の ATG 映画人たちの心意気を象徴しているのぜ。映画を芸術として、商業的な制限を超えて追求する執念が、時代を超えて今も輝き続けているわけだぜ。消防団を怒らせるなんて、現場も映画と同じくらい熱かったのね。音楽もなんだかおしゃれだって聞いたけれど、物語は陰惨なんだが、五代語による全編英語詞のサウンドトラックが流れるコントラストが、最高に鮮烈なんだ。ネタバレになるが、最後は自ら放った火の海から逃げ出した純が、恋人を置いてトラックの荷台に揺られ、遠ざかる黒煙をただ見つめるシーンで終わる。この孤独な幕切れは、当時の若者たちの魂に深い爪痕を残したんだ。1000万円映画という枠を超えて、日本映画史に永遠に刻める奇跡のような一本なのぜ。親からの自立や葛藤を、これほどまでに激しく描き切った作品だからこそ、みんな熱狂したのね。総評またはまとめ。今回は ATG の名作ベスト10を見てきたけれど、どの作品も凄まじい熱量だったわ。大手映画会社では作れないような、自由で尖った物語ばかりね。ああ、1000万円という厳しい予算制限があったからこそ、
作り手たちの執念がむき出しの傑作を生んだんだぜ。まさに映画ファンにとっての聖域だったのぜ。今の時代ではなかなか見られない、やけどしそうなほどの熱い表現を、ぜひ一度その目で確かめてみてほしいんだぜ。本当にそうね。皆さんの心に残っている、自分だけの ATG 伝説があれば、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいわ。この動画が面白いと思ってくれたら、高評価とチャンネル登録をよろしく頼むぜ。次回の解説も楽しみにしててくれよな。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。